us again when your name's on. Sounds like it's meant to be. Wake up, this freeze made when things fall apart. What matters at the end is how you left them all. Fire in my soul, fire in my heart. Till you see me on the other side of stars. I'm going. Oh, the journey starts from where we do first step. No one's sure what lies ahead before them friends. Roads may be rough and tough, but we will miss our friends. Nothing easy, get up and go, get it go. Sometimes this journey is about riches, out of power, destination, out of world. No matter how far, No matter how far, how you go, how you go, how you how go. long can you Ain't live no time to waste. Gotta set your light, go get it burning. your friend? ということでね、いやー、マジで来ましたね。ついにこの時が。ペルソナ3、自分はこのペルソナ3っていうゲームがめちゃめちゃ大好きで、ペルソナ3を考えない日はないってぐらい、毎日ペルソナ3のことを考えてたんだけど、いやー、待望のって感じで、本当に解雇中だからさ、いろいろ言いたいことはあるんだけど、もうさっきのオープニング、めっちゃ良かったね。やばいよね。なんか本当に、まあ解雇中って言っても本当にネタバレとかはマジでしないから。あと、それと、自分もあんまり事前情報とかはもう見てないから、不可抗力以外は本当に何も見てない。あの、から本当に多分自分も初見の反応をするから、みんなと一緒に楽しめると思う。いやもう本当についに来たーって感じで、本当にもうこの時点で楽しいよね。このニューゲーム、ロードゲーム、コンフィグ選んでる時点でもう楽しいよね。いやー、ちょっと本当にワクワクしてる。あー、やばいかもこれ。なかなかニューゲーム押せないかもしれない。うわ、これ。うわ、始めるのめっちゃむずいな。なんかね、めちゃめちゃやりたい気持ちとね、やりたくない気持ち。このやりたくないのはなんでかっていうと、まあ終わってしまうから。このゲームがめちゃめちゃいい作品だっていうことを知ってるから終わらせたくない。もうずっとこのままでいた方が幸せなんじゃないかって思ってるよ。いやでもいい加減ね、そろそろ始めたいと思います。まあこのゲームコンフィグから始まる。じゃあ始めたいと思います。ああ、オッケーオッケー。一旦ワンクッションね。まあ難易度はハードで。しまった。時は待たない。すべては等しく終わりへと運んでいく。限りある未来の輝きを守らんとするものよ。1年間。その与えられた時を行くがいい。己が心の信ずるまま。緩やかな日々にも揺るぎなく進むのが。ハンバ画面から始まった。ああ、緊張するな。いいね。機体に当てて引き金を引くだけ。やらなきゃダメ、できない。本日はポイント故障のためダイヤが大幅に乱れ、
お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台です。この電車、辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。しまった。到着が遅くなってしまった。目的地の寮に急ごう。名前は岩戸台分寮。これからお世話になる学生寮だ。この先にあるはずだが。始まった。ペルソナ3。岩戸台駅。ああ。すごい。すごい。スプラトゥーンした跡が残ってますね。うわあ。ハロウィンイベントのオブジェクト。これは棺だろうか。中に何が入っているのだろう。そりゃあね、そりゃああれですよ。ここが岩戸台分寮だ。中に入ろう。ペルソナ3リロード。ようこそ。おう。遅かったね。長い間君を待ってたよ。本当？ありがとう。この先へ進むならここに署名をして。一応契約だからね。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。怖い。じゃあ名前は劇場版のペルソナ3の名前です。考えるっていうかネーミングセンスがないから。結城誠。名前に名前に間違いはないだろうか。これで記入する。確かに。時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ始まるよ。あ、誰？この時間にどうして？まさか。待て。明かりが。到着が遅れたようだね。私は桐城充。この寮に住んでいるものだ。ジェレさんだ。
誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。ここ女子寮じゃねえか。間違えました。いいんですか？さあな。彼女は竹場ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹場です。どうも。ここって女子寮？そういうわけじゃないですけど、ああ。なんていうか、ここだけ例外なんだ。他の寮は男子と女子が分かれている。事情は機会があれば話そう。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。気が利くなあ。この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？あの子供も寮生？子供？誰のこと？ちょっとやめてよ、そういうの。ゆかりは何も知らないようだ。ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間ずっと平気だったの？まあ平気か平気じゃないかって聞かれたら平気だよね。そっか、ならいいんだ。ごめん、気にしないで。じゃあ私は行くね。質問を質問で返しちゃダメだからね。さ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。おやすみ。今日からここでの生活が始まる。家具などは一通り用意されているようだ。ひとまずクローゼットに荷物を片付けて今日は早く寝よう。明日から学校だ。初登校に備えて今日はもう寝ようぜ。前髪いじってる。竹場ですけど、起きてますか？お願い、出てくれないと困るの。おはよう。眠れた？おはよ先輩に案内しろって頼まれちゃって。もう出られる？よかった。じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの。モノレール、珍しいでしょ？う。確かに。特にここ、海の上進むみたいな感じで好きなんだ。あ、学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド。人工島の真ん中にうちの学校があるの。ほら、見えてきた。おはよう。さあ、着いたよ。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。かわいい。ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上、ナビでした。何かわからないこととかある？君はどの国？さあ、まだクラス分け見てないし。さ、昨日の夜、いろいろ見たでしょ？あれ、他の人には言わないでね。
じゃあね。掲示板に人だかりができている。職員室に行く前に見てみようか。見ようぜ。こういうのドキドキするよな。あった。F 組か。お前さ、お前モブに紛れ込みすぎなんだよ。お前犯人は鳥海先生？確かに年上だけどさ、加納先生が良かったな。いやモブだろお前。さてと、クラス分けが張り出されている。自分の名前は脇に小さく足されていた。2年 F 組結城誠。よく見ると2年 F 組には竹場ゆかりの名前もある。どうやら同じクラスだし。うおー。ちょっとミア、なんでジャージできてんの？なんでって放課後部活あるし。部活やる前に始業式とか授業とかあるでしょ。教室行って早く着替えてきなよ。せっかくって分かったよ。そう睨むな。でクラス分けの掲示板ってどれよ？そこっていうか、ミアは F 組、私は別のクラスだから面倒見てらんないんだからね。いいか、男子たる者、心の内に熱き者の魂を持たねばならん。我が校では社会に出て活躍できる武士を育てる教育を進めており。マジかよ。わーお、最高です。武士も中ずば高用事です。そうなんだよ。君は異国生まれのようだが分かってるね。あれ、図書室。あ、かわいい。おかしいな、案内図見たのに。ここどこだろう。かわいい。ここは女子トイレだ。だけ？おーい。職員室入るの緊張する。マジで。ここが職員室のようだ。入ってみようか。入る。おっと、天女星くんよね。2年生で間違いないわよね。結構転々としてきてんのね。ご両親は10年前のごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国語科主任の鳥海です。よろしくね。鳥海先生、よろしく。おっと、元気ビンビンね。クラス分けもう見た？君は私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。案内するわ、ついてきて。諸君らの新しい1年の出た校長先生の話、もう聞かなくていいよ。分筆品品しかるのち君子という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、ねえってさ、今朝竹場さんと一緒に登校してたのって君だよね。見てたぜ、仲良さげだったじゃん。はは。君ってさ、竹場さんとどういう知り合い？つうか竹場さんって彼氏いんの？その辺誰も知らなくてさ。まだ付き合ってはないけど同棲はしてるよ。いない。それマジで？本人に聞いた？意外だな。てか君はどういう関係なわけ？おや、なんか話し声がしましたね。
鳥海先生のクラスのあたりですか？ですか？たく静かにしてよ。怒られるの私なんだから。よっ転校生。なんだよ、そんなマジびっくりした顔すんなって。主人公のマジびっくりした顔を見たいな。誰？俺か？俺は伊織順平。順平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ、転校生って色々と一人じゃわかんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ？いいやつだな。本当にお前は順平、本当にお前は本当にお前は本当にいいやつだよ。お、ユカリッチじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰彼構わず慣れ慣れしくしてさ、ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。今これを言える勇気はない。勇気がここぞでは違う以上あれば物おじせず言えるだろうか。はい、2周目得点きちゃ。そういうことね。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。気まずいから言い直してくれたわ。そうだね。驚いた。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか？てか実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に登校したんだって？詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。なんでもそういう話に結びつけすぎだっての。てかそもそも噂になるの早すぎ。不安だな、そういうの。ちょっといい？あのこととか言ってないよね。何のことだろう。ちょっと昨日の今日でしょ。思い当たる節が多すぎるよね。昨日の夜のこと本当言わないでよ。何？昨日の夜ってなんか誤解してない？とにかく彼とは昨日会ったばっかでほんとなんでもないの。まったくもう。じゃあ私弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。別に噂なんてどってことないじゃんなあ。ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん転校生。初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ実際。まあそんなわけだからこれからよろしくな。今後ともよろしく。もう帰んだろ。なら駅まで一緒にどうよ。じゃあ行くか。わあ、あかりちゃんおる。ねもう帰るんでしょ。帰り道わかるよね。順平、ゆうきくんに変なこと吹き込まないでよ。へいへい、ゆかりっちまた下でな。あんた転校生？私が興味あるのは桐城先輩だけ。今日始業式で見かけた姿も素敵だったわ。おー、やれやれ。新学期でみんな浮かれている。
き締めが必要だな。僕が正式に風紀委員を襲名したからだが。そうかな。また難しい顔して相変わらずな小田切君は。なあ小田切君。ねえ知ってる？ F 組に転校生来たらしいよ。イケメンだったらどうしよう。今度見に行かない？ああ、岩戸台の寮に住んでるんだっけ。竹部さんとかと同じ。てかさ、2年から転入って珍しくない？どっかでなんかやらかしたのかも。多分あれだね、前歴持ちの。メガネかけなきゃ。屋上行ける。おー、マジ良いじゃん。良いなぁ。いるしね。なんならいるしね。もう2年生か。新しいクラス馴染めるといいな。落ち着くな。いやー、なんか妙に落ち着くな、この椅子とかね。なあ順平、だいぶあったかくなったよな。桜めっちゃさしてるし。あ、みつる先輩だ。ああ、君か。気をつけて帰ってくれ。私も時期戻る。あまり遅くならないようにな。帰るとするか。もう仲はいいのかよ。おうよ。じゃあ行こうぜ。おお、オーラすげえな、後ろの人。おうおう、走ってんな運動部。ああ、お前どっか部活入ったりする？入るんだろうな。新規入部ってことになるからまだもうちっと後だけどな、入れるの。つか寮なら最寄りは岩戸台か。いいよな寮生活。なんか青春って感じ。いいな寮生活。んじゃ俺こっちだからまた明日な。一回してみたいよな寮生活。楽しそう。1学期始まってみんな浮かれてるけど私は別にって感じ。変なニュース増えてるし、さっきもあっちでおまわりさん見たし。あっちこっち。通報があったんですけどどうしました？あー、たくまたこれか。テレビでやってる変な病気。友達が猫を飼ってるんだけどすっごく可愛いんだ。僕は飼うのダメって言われたから野良猫を見て我慢してるんだ。野良猫って可愛いよな。あ、たこ焼き食べたいな。あれ、お兄ちゃん誰？マイコ知らない人と話しちゃいけないって言われてるからごめんねマイコちゃん。おお。あんたこの近所の学生さんかい？わしはすぐそこで寿司を握ってるんじゃ。よかったら今度寄って。ああ、まだ改装中じゃった。すまんね。あなた、うちは寿司屋じゃなくて本屋ですよ。ごめんなさいね、いつもこんな調子なの。寿司屋楽しみだな。お、よし。飯も食ったし、もう一走りするか。今年は現れるかな、俺を思いさせてくれるやつが。一人だけ世界観違うんだよな。作品が違うっていうかなあ。そう思うよなお前も。んちみ誰見たとか同じ結婚生みたいだけど。悪いけど僕忙しいの。ここで何食べるか考えてる子。鶏肉醤油にオンザライスで攻めるか、はがくれ丼の特盛りにするか。マジで好きだわこいつのこと。マジでマジで好きだわ。帰ろう。そろそろ寮に戻ろうか。戻る。おかえり。ただいま。悪くなかった。そうか、困ったことがあれば遠慮せずクラスのものを頼るといい。と引き止めてすまない。疲れただろうし部屋でゆっくり休んでくれ。優しいなみつるさん。そういえば最近は物騒になってきてるからな。悪いが夜間の外出は控えてほしい。それより今日はいろいろあって疲れただろう。ゆっくりと休んでくれ。ああ、
こんばんは。何してんの？何もしてない。そっか。転校したてで疲れてるでしょ。早く休んだ方がいいよ。帰るか。みんなに寝ろって言われちゃった。おやすみ。ちょっと出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か？なに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく秋彦のやつ遊びじゃないんだぞ。話し声が聞こえる。知ってる？あの噂、トイレのなんだっけ？ちょっとてかそれ噂じゃなくて階段。あれでしょ？ 2 年のなんとかさんって子の話。学校来なくなっちゃって家でずーっと壁見つめてるって。で、お母さんが声かけると来るってつぶやくって。あれ、そんな話だっけ？まあいいか、どうせ嘘だし。物騒な噂が流れてるようだ。物騒だな。揺れが鳴った。はーい、始めるわよ。ね春の雨、蜃気楼、鯉のぼり。この中で夏を表す季語はどれかしら？誠、お前聞いてただろ？お慈悲プリーズ。お慈悲。夏を表す季語ってどれよ？蜃気楼。その通り。そう、大正解。先生の話ちゃんと聞いてくれたのね。ちなみに蜃気楼と花の雨は春の季語ね。蜃気楼は3月下旬から6月上旬に発生する自然現象で、花の雨は桜が咲く頃に降る雨のことよ。花が舞うって意味じゃないからね。ちゃんと覚えといてよ。じゃあ次は。俺真面目っすから。助かったぜ。ゆうきくんが教えてあげたんだって。真面目に聞いてるんだね。クラスメートのささやき声が聞こえる。少し評判が良くなったようだ。魅力を上げていく。これといってもう少し今一つ。散々な言われようです。こんな美形なのにね、主人公。今日の授業が終わった。今日は一人で帰ることにした。帰ってきました。なるほど、彼か。いや、こんばんは。私は生月修二。君らの学園の理事長をしているものだ。生月、言いにくいだろう？いくつき。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると噛みかねん。ま、かけて。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？なぜ寮へ？なぜって？君を迎えるためさ。ダメかい？ダメ。ああ、竹場君。そういえば桐城君は？はい、もう上に。
いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他には何かあるかい？この寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹場君と、それから桐城君、あと3年生の男子で真田明彦君という生徒がいる。女子寮じゃなかったか。一つ仲良くね。他に聞きたいことは？実は来た晩に変なものを。変なもの？何のことだい？こいつ口軽すぎだろ。多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。何か怪しい。他に質問はあるかい？よろしい。じゃあ良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。グーグー寝てなんぼ。グー。昔漫画にあったろ、グーグーなんぼ。これ元ネタわかんないんだけど、誰か教えてくれよ。なんちゃって。あははははは。ごめんね。いえいえ。さて、私も部屋戻ろっと。理事長も言ってたけど早く休んで。転校って慣れるまでは気疲れするしさ。おやすみなさい。おやすみ。ともかく言われた通り、今日は部屋で休もう。お疲れ様。どうだい？彼の様子は？先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は。まあとりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。いいじゃん、行こうぜ。外とかまだちっと寒いさな。どうするまゆみ？全然行きたいのは行きたいけど、何気に親とかさ。関係ねえじゃん。メールしとけバレねって。まあ行っちゃおっか。つまんね。大マジだって。超ビビったもん俺。作ってない？ゲージャープレゼンツザ・ベイハッピーチューナーズ。来週もまたこの時間にお会いしましょう。この番組は人に永遠の快適時間、霧状エレクトロニクスの提供でお送りしました。0時です。やっぱ0時の主張激しい。あ？何？体が。平然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの影時間はいわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化してこの時間があることすら感じない。じゃあ彼は。見ての通り彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど彼は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。っていうかあるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。お撮影だけどねこれ。うん、立派な。
ようこそ我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。こちらはエリザベス。同じくここの住人だ。エリザベスでございます。お見知りおきを。おここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。契約といえばさっきのイゴールの前に寮の玄関で署名したカードが置かれている。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき対価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。責任。よくわからないということがわかりました。今はまだそれでよろしい。優しい。これをお持ちなさい。契約者の鍵。またお会いしましょう。ごきげんよう。何か不思議な夢を見た気がする。そろそろ学校へ行く時間だ。はよーす。眠いな今日も。こういう時は授業中に寝るに限るってね。先生にバレるかバレないかのスリルが睡眠のいいスパイスっつうかさ。わかる。なんかさ、寝たくないのに寝るもんな。でもさ、うわ寝ちゃったって気づくんだけどさ、めっちゃ気持ちいいよな。だろう。勇気が試されてる感じ、癖になるよな。ま、授業は聞いてないわけだから後で苦労するんだけどさ。あ、けど今日は古文だな。嫌味だかよ。では古文を担当するエコダだ。これから1年みっちり良きに古き良き日本を学んでもらうからな。古文が実生活に役に立たないなどという輩がいるが全くけしからん。そもそも君らの担任もだな。国語を教える教師として。なんだか眠くなってきた。目を閉じますか。少しだけ目を閉じようか。閉じない。まったく。おい、聞いとるか。眠そうな顔してんじゃないよ。ほら、教科書を開きなさいよ。まずは伊勢物語か。日本文学の原点だ。分かってるよな。面白い話だからね。君たちはホワイトテイルとでも言うんだろう。なんだ、今度はホワイトキックか。まったく君たちは。授業は真面目に聞いた。よう、調子どうよ。今だろ。帰りどっか寄ってかね。どこに？そりゃお前寄るっつったら、ああそうか、お前越してきたばっかだもんな。んじゃ案内してやるか。すぐそこだし行こうぜ。ここがポロニアンモールな。学校のやつらとちょっとどっか行くべーってなるとここだな。カラオケとかゲーセンとか、あと CD 見たりとか、あとあれよ、クラブ。行ったことありませんけどね。変わり映えしねえけど、まあ贅沢は言えねえよな。とりあえず CD でも漁って。
新しいやつ出てんじゃんか。ここはやるしかねえ。見せてやるよ、俺のクレーンさばき。あっちっくしょう。いやいやいや、絶対取ってやる。ちょっとお前横から見てくれね。もう一回だけ。おかえり。遅かったな。寄り道するのは叶わないがほどほどに頼む。それと今日は早く部屋で休め。随分と疲れた顔をしているぞ。順平と一緒にいるのそんな疲れるの？そういえばここって前は寮母さんがいたんだけど今は寮生だけなんだって。だからかな、キッチンとか立派だよね。なんか使ってないのもったいないな。確かに私は料理とかうまくないし、桐城先輩もそういうことはしないし、宝の持ち腐れって感じかも。レポーターのトリッシュです。今日の偶然見かけたこんな人は見るからに姉御肌の20代の女性です。お姉さんはカメラマンですって。愛用のカメラは師匠から託されたものだとか。次はニュースです。痛いの飛んでけ。そうそう、今夜はおぼろ月夜だな。ぼんやりと春霞のかかった空だ。夜空を見上げて静かに過ごす。たまにはそんな夜も悪くないが、君は早く体を休めた方がいい。何、満月ならまた見れるさ。なんかみんなに体調悪いって言われて悲しい。そんな体調悪く見えますかって。今日はもう寝ようぜ。新しい生活に慣れないせいか体が疲れている。昨晩見た夢のあの老人、契約とは何のことだろうか。どうだい様子は。少々疲れているようです。着替えもせず眠ってしまった。ですがその他は昨夜と変わりありません。やはり興味深いね。彼はたとえ影時間への適性があっても初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。秋彦か、どうした？すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから一応知らせておく。それ奴らがここに来るってことですか？理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。秋彦。大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、奴らなのか？はい。ただ普通のやつでは。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室へ。竹場、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。先輩たちは？ここで何としても食い止める。秋彦、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。
奴らの方が勝手についてきたんだ。まったく何してる。早く行け竹馬。わかりました。大きな物音で目が覚めてしまった。外の様子を見に行こうか。ごめん、勝手に入るよ。悪いけど説明してる暇ないの。今すぐこっから出るから。一体何事？とにかく急いでるの。1階の裏口から外へ出るよ。あ、待って、念のためこれ持ってて。武装。じゃあ一気に行くよ。よし、ここまで来れば。竹馬、聞こえるか？はい、聞こえます。気をつけろ。敵は一体じゃないみたいだ。こことは別に本体がいる。マジですか？ひとまず退却。でもどうしよう。正面玄関にも奴らがいるし、とりあえず上。びっくりするな。行くよ。いい、少しでも安全なとこ探すよ。それじゃあ上に逃げるよ。早く行こう。近づいてきてる。大丈夫、落ち着け。私とにかく今は逃げないと。何今の。まさか中になんか来る。上よ、上に急いで。そうだ、ここから出れば。鍵もかけたし、ひとまずは大丈夫かな。お、嘘。質感やば。あれがここを襲ってきた化け物、シャドウ。ああ、いたぞ。待て。さあ、なあは我は汝は我は汝の心の海より召し有限の創始オルフェウスなり。やはりか。
おお、思ったより黒かった。なんだ今のは。終わったな。来ないで。頑張らなければ。あのシャドウ、さっきのやつの破片から。おお、初戦闘だ。ガードしていい？ガードしていい？まあ、しないんだけど。うわ、無言。いけ。おお、かっこいい。思う。ウィーク。おお、うわー、よしよし。怪物たちは消え失せた。